はい、ニコチャンネルです。今日は多肉をね、どれくらいになったら室内に入れるのっていう質問があったので、ちょっとそちらをねちょっとご紹介していきたいなと思います。最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、ですね、多肉、ここね青森県なんですけども、去年ね最低気温一番本当に寒かった大寒波の時にはマイナス12度でした。さすがにねその時は室内でも凍る子が出てきてびっくりしましたけどね、これからね来月あたりになったら初雪がねもう降ると思うので、そろそろ心の準備をして室内の準備を始めているところですね。ちょっと今ねここ玄関前なんですけど、こんな感じで汚れてるね。こんな感じで今います。ちょっとね見てみようかなと思って。でもこれもねちょっとまた隙間にもまた入る子いたら入れていきたいと思ってます。でこれとかね、もう寒さに弱い子たちはこうしてちょっとこうカゴに、特に弱い子っていう感じでまとめている最中です。で室内に入れるタイミングとしてはですね、0度がもう3時間ですね、3時間以上続くと土って凍るって言われてるので、天気予報のタイムラグ、ちょっと今この辺に出せるかな、アプリとかでね見て、そういう日が続くって思ったらもう中に入れます。風除室であったり室内、もう本当に大事な子は室内に入れてますね。そんな感じになります。なので本当に天気予報とのアプリとか、あと自分でこう体で感じてみるっていうのもね大事なことなので、朝と夜のタニパと天気予報だとねやっぱり自分の家との誤差があるので、その辺もこう毎日見て覚えておくのも必要かなと思います。で私あちこちにちょっとこう体温計じゃない温度計置いてるんですけど、風除室とさっきの多肉棚と室内とで、室内の温度計に関しては外と中と計測できるデジタルのやつに切り替えます。でね、いつでもねこう温度を気にする感じになりますね。でこちらちょっと移動してきました。割とね寒さに強いって言われてるセンペルビウムなんですけど、こちらはね冬越しできるって聞いたので、外でねちょっとできるっていう話だったので、このままね外で様子見ていきたいなと思ってます。ちょっとこれねボロボロのセダムたちなんですけども、割とこの子たちも外で行けますよ。こういう草系のねセダムはね伸び伸びだね。もうね夏やられちゃったからはい、じゃあ今ですね室内にいる多肉ちゃんをとりあえず紹介してみたいと思います。ハオルチアはねもう室内で全然いいのでね、こうやって12の巻もいます。こうやって観葉植物いるんですけど、でねこの間動画でも紹介してましたちっちゃいはだしっこですね。こちらはちょっともう子供がね出てきてたりするので、ちょっとお日様当たるようにしてます。でこっちもはだしっこですけど、ちょっと大きくなってきてる子たちもこうして中にいますですね。これもねこの間発見された子ちゃん
とねお日様当たるところにいます。それとあとね寒さに弱い代表、ちょっとここ日当たんないかなね、ピアホップ新玉つづりですね。これももう中にいます。あとねこちらちょっとこう弱いかどうかはわからないんですけど、これアンパンマン錦の子ですね。この子もねちょっと大事にしたいので、こうして中で今管理してます。ルノー様のねチョンパした子もいます。あとこちらが玉つづりですね。ちょっとこっちがこういう風にこう細長いシュッとこうした感じの子になります。この子ね本当に元気が良くてね、さっきのこの玉つづりさんと一緒にお迎えした子なんですけど、どっちもね同じくらいだったんですよ。でもねこっちの方がやっぱりすごい勢いがいいです。こんな感じでね。でこれもこの間忘れられてたお子様もねちゃんと元気してます。でちょっとルノー様もねやっぱり怖いので中に入れたりしてますね。あとちょっとこっちなんですけど、これがルビネ、一応お外にもあるんですけど、室内とお外だとちょっとどう違うのかなと思って今勝手にね自分で外でもできるんだったら外に置きたいしと思って、去年は全部中に入れちゃったので今年ちょっとお試しでやってます。これがのびのびのイヤホップ、春になったら仕立ててあげたいと思います。こんな感じでね、今日はちょっと日中お天気いいからあれなんですけど、こうしてこれねこういう LED ライト、植物育成用のライトで朝つけて、これねタイマーがあるんですよ。こうやってタイマーがあるので8時間セットしてつけて仕事に行きます。ガラスって今のガラスってちょっとこれが今のガラスってUV カットされてることがほとんどなので、北国だと割と二重サッシになってると思うんですけど、割と強い光かなと思っててもそうでもない感じみたいです。なのでとりあえず私窓辺でもこうして育成ライトを使うようにしてます。はい、ざーっとねちょっとお話ししてきたんですけども、あとちょっと気をつけなきゃないのがハッチなんですけど、こういうねブリキ管だったりすると割とこういう素焼き鉢よりはとかプラ鉢よりはちょっと凍りやすいっていうところもあります。ちょっとね気をつけてあげればいいと思うんですけどね。こういう子たちもねできれば風除室とか室内にね早めに入れてあげればいいかなと思います。我が家としてはねまだまだ本当にギリギリまで入れたくないので、本当天気予報と自分の感覚でちょっとこうやっていかなきゃならないなと思ってますね。本当にねもう少しでもねちょっと紅葉を楽しみたいんですよね。春にもね紅葉楽しめるんですけど、お家の中に入れちゃうとやっぱり温度高いので緑に戻っちゃうのでね、少しでもちょっと寒さに慣れてあげれるように鍛えてあげたいと思います。はい、ざっくりでしたけども、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。またねー。